江戸前寿司の、夏には欠かせない、使用の時間を小さい方が値段が高い。これは新子。新子さばいて、でお酢でね締めるんですけど、お酢の締め方がね新子って特殊なんで、酢の締め方を紹介しようかと思いますと。で、新子っていうのはね小肌の子供ね。で小肌がね春先に産卵して、それがね孵化して、だいたいね梅雨の終わりあたりから市場に出始めて、で結構ね成長が早くて8月いっぱいでもういなくなっちゃうような魚ですかね。いなくなるっていうのはね、この新子が姿を消すわけじゃなくて、小肌自体がね、出世魚で、新子、小肌、中積み、この白っていうね、大きさによって呼び名が変わる魚なので、もう9月に入る頃には大きくなってね小肌と呼ばれるようなサイズにまで成長してますよっていう。当然小肌とさばき方は一緒ですんで、まず背びれを開いてこうやってね、鱗かいてあげて、頭とね尻尾と、このねお腹を落としますと。まずねここまでをまとめて作業をしていくって形ですかね。今ちょうど8月の、頭ぐらいなんですけど、8月の頭でね、この大きさ、これ人によってはちっちゃいって感じるかもしれないんですけど、本当にね出始めの新子はね大きさは、この半分ぐらいですかね。で新子ってね小さい方が値段が高いというか、出始めってね値段が高いんですよ。なんでも初競りの時はね、キロ10万円を超えるような年もちらほらあったりする魚ですかね。で新子ねだんだん6月7月8月とね流通が増えるに従って値段は落ち着いてくるんですけど、だいたいね小肌がねキロ1000円から2000円の間ぐらいで流通するのに対して、新子はね安くてもキロ4000円だとか、5000円だとか、そのぐらいの値段で取引されるので、小肌よりはね圧倒的に高値で取引されている魚です。頭尻尾落として内臓を出したら、ここでね軽くお腹洗いますと。ではこんな感じでね、お腹洗ったら、水切って、でここからさばいていきます。さばき方はね基本的な腹開きですね。小肌と一緒でこうやって身を外したらこのね中骨を抜いて、で、お腹のね骨をかいてって形ですね。新子ってね小さいんで、これをね丸ごと食べるんですけど、ここのね、背中のヒレ、このヒレは非常に硬いので一緒にね落としておいてあげた方がいいですかね。こうやって落とす人と、あとねこういった形で包丁入れて引っ張るとねピーッと抜けるので、こんな感じでね包丁で骨を抜く人と、新子って、熊本天草だとか、あとは、静岡舞坂だとか愛知江戸前、あとちょっとね時期が遅れて石川だとか辺りから出るんですけど、新子ってねそのほとんどが東京の市場に出荷されると。理由があって、新子って本当にね江戸前寿司の、夏には欠かせない寿司ネタなんですよ。なので東京のお寿司屋さんはね、夏になるとどこも必ずと言っていいほど、新子を仕込むと、そんな関係で、水揚げのね大半が東京に
出荷されていくっていう魚ですかね。これね、昔聞いた話なので今はどうかわからないですけど、とあるね福岡のお寿司屋さんなんかは九州で上がった新子を一旦ねそれ全部東京に出荷されちゃうんで、わざわざね築地から買い戻してるなんてね話も昔聞きましたね。料理やってる方なんかでね新子何度もさばいてるなんて方はこれねたまにねここが赤い新子がいると思うんですよ。こういった形でねなんていうのかな、頭の際にちょっと赤色が強く残るというか、なんでこういったね赤い跡が残るのかというと、これね新子って小魚なので身が非常に弱いんで1日2日経つと身がすぐ溶けちゃうんですよ。でその溶けをね防止するために明礬水にね浜で水揚げされてからさっと明礬水にくぐらせて、でそれから出荷されるんですよ。でその時のね明礬が強すぎると赤い跡が残るなんて言われてますかね。基本的には新子ってね届いた時点ではある程度身は緩くなっているものとかで、たまに本当にねバリバリの新子も届くんですけど、そういう場合はね明礬が効きすぎているなんてことも多々ありますかね。さばき終わったら、今度塩して締めていくんですけど、新子ってねこのね結構大きさに差があるんですよ。で例えばねこの一番小さいものと一番大きいものとだと、倍近くねこれ差があるので、このね大きさによってね塩の時間を分けてあげると、さばきながら、ある程度大中小じゃないですけど大きさを分けておいてあげると、この後のね作業が、スムーズですよと。ここからね、塩で締めていくんですけれど、小肌なんかの場合はねざるに並べてここに直接塩を振るんですけど、新子の場合はね、身が薄いので縦塩って言ってねこの塩水で、身に塩を回していきます。塩水の濃さだとか時間だとかはもう本当にね人によって好みが違うので、なので、どうした方がいいなんてね正確なことは言えないんですけど、あくまで僕の場合は舐めてみて、海水よりちょっとしょっぱいかなと思えるぐらいの塩水で、締めるようにしていますね。で濃いめの塩水にこうやって氷入れてある程度冷やしてあげて、でこれね当然氷が溶けるとね水分が出て塩分薄まるんで、その辺はねうまいこと調整してくださいと。しっかりねこの塩水が冷えたら新子をつけていきます。まずね大きいものからつけて、30秒ぐらい置いてですかね。でこのね中くらいのものをつけてまたね30秒ぐらい置いて、この一番小さいものをつけるって形ですかね。塩水につける時間の目安はあくまで僕の場合ですけど、このねつけておくとねだんだん身の水分が抜けて身が反ってくるんですよね。でそれを目安にこの塩水から揚げるようにはしてますかね。ちょっと分かりづらいと思うんですけど、こういった形ですね。これは、何度もやって、自分なりのねちょうどいい塩梅を見つけてあげればいいんではないかなとは思うんですけれど、皮の反り返りを見て、塩水から揚げてますと。なので当然ね小さいものの方が、塩が回るの早いし、こういったね大きいものは塩の回りがね遅いしって形にはなりますかね。でね良さそうなものから
順々にざるに上げていきます。こういった形で魚の皮と皮を合わせて置いておくと、小肌のこの銀色が飛ばずにね、綺麗に色が出るとは言われてますかね。このままある程度水気を切りますと。で、こういった感じでね、ある程度水分が切れましたと。そしたら今度、これをお酢につけていきますと。で、お酢でね締める時も、小肌なんかは原液のね薄めない酢を使って締めていくんですけど、これはね酢そのままだとちょっと酢が強すぎるので、水でね割ったお酢で締めてあげますと。でこれも先ほどと同じように冷やしてから、酢を加えていきますよと。お酢の割合なんですけれど、僕の場合はだいたい同割でお酢を薄めてあげて、そこに漬け込んでいきます。これも先ほどと同じように漬け込む時はね、まず大きいものから漬けてあげて、10秒20秒置いてからだんだんと小さいものを漬けていきますと。こういった形ですね。お酢から揚げるタイミングはね、これもね感覚仕事になってしまうんですけれど、このうっすらと表面に白い色がついてきたかなぐらいで揚げるようにはしてますね。でなので小さいもので30秒ぐらいで、大きいもので1分ぐらいっていう感覚ですかね。そうですね。このぐらいの色づきでお酢から揚げてますね。量が多いとこの揚げてる間にどんどん酢が入っていってしまうので、大きさごとにね分けて、ボウル何個か用意してあげてっていう感じでつけてますかね。で、こうやってねお酢から揚げたら、あとはねお酢切ってあげて、で半日程度ね冷蔵庫で寝かせれば食べ頃になっているんではないかと思いますね。半日ほど経ちましたと。こういった感じでちょっと身がしっとりして、表面もねお酢で締まって、うっすらとね白っぽく色づいてると思いますんで、あとはね食べるだけって感じですかね。で新子はね、なんといっても握りがメインって感じではあるんですけれども、握りはねまた別の機会にということで、これねそのまま食べても十分美味しいので、あとねこうね添え物でこういったね海ぶどうだとか早生みかんって言ってね、早いものだと夏場にねあまり甘くないみかんが出だすんですよ。こういったね夏っぽいものをね添えてあげれば美味しく食べられるんではないでしょうかと。以上、新子でございましたと。